はい、朝ごはん完成です。いただきたいと思います。昨日のね、余った、これはホッケフライのサンドイッチにしようと思って、ちょっとね、野菜がないのが残念なんですけど、マヨネーズとホッケフライ、そしてイギリスの食パン、で、目玉焼き、それからフルーツヨーグルト、そしてコーヒーです。そしてガンガン電力を使って作りましたけど、今のところまだ 72% 残ってます。もうあれやね、太陽がちょっと出てきたんで、どっちかいうと充電の方に変わってます。 1.18 アンペア充電中。そして12ボルト系の方はもう 82% 残ってて、こっちはまだ電気照明つけたり、ドライブレコーダーの、駐車中の録画とか、あと何が動いたのかな、12ボルト系ってこの辺の電気つきっぱやし、これ消したらちょっと減る、こんな感じですね。あ、まだ価格って言った。食べようか。はい、じゃあいただきます。だから雨が止むのが水曜日か木曜日か。明日とりあえず行けそうやったら行ったらええし、あかんかったら木曜日になるな。はい、というわけでね、キャンプ場カブト沼オートキャンプ場出発しましたね。天気がねもう一つなんでね、どこに行こうかと悩んでおりますが、キャンプ場良かったね。びっくりするのが水圧です。水道のドバーって出ますから。で食器も洗い放題やし、水使い放題なんで、キャンプ場やからね。で安いしね。なんか3泊ぐらいすると1泊あたり1000円ちょっとぐらいになるんやね。1泊で1300何円だった。1570円。電気なし一般で。サイトとね、サイトとそこやったら1400円。シャワーは別料金。フリーサイトはシャワーが別料金。オートサイトやとシャワーがセットになってると。40円だったかな。シャワー連泊とかとそうやね。おお、安いね。それでもね。3棟あったんです。3棟ありましたね。おお。キャンピングカーのところは水道が個別についてるんだよね、電気とね。で電気だけのサイトもあるんだよね。うち電気いらんもんね。
水道だけついてるところかな。またこれびっくりすんねん、いつももう。右方向。5km 道なりです。右方向です。The bright blue sky has opened up a page. A carpet of green is set upon the stage. Upon the hills, the giant propellers turn, waving これ their が白い道。 lesson I should learn. The distant sea is sparkling azure line. Ties the whole 眩しい。 perfect design. A single はい、続いてやってきたのは皆さんご存知有名な白い道ですね。 that I'm driving on. This road is white from dusk until the dawn. The sun reflects a brilliant pearly sheet, so dazzling it's blinding through the heat. on the white ribbon highway, weaving a path between the earth and sky. My camper van is gliding, floating by Like a tiny bubble in 緑の草むらの中、紺碧の海に向かってまっすぐに伸びる白い一本の道。美しいコントラストが話題となり、フォトスポットとして人気が出た白い道。約3キロの散策路は、稚内の名産であるホタテの貝殻を敷き詰めてできていて、歩いてみるとふんわりと柔らかく、散策が一層楽しく感じられます。天気の良い日には利尻岳や遠くにサハリンの島影など、北海道ならではの雄大な景色を望むことができます。 engines hum a sound I DIY'd. it's become the very heartbeat deep inside. And when I roll all of the windows down, The scent 白い道は森の中へと入ってきま of す。 the town. this road just keeps on calling out my name. In my rearview mirror, Fading from my view. Yesterday はい、舗装道路に戻ってきました。これ誰も来ないんすかね。間宮さんの銅像はこんな草まみれになっちゃって。白い道から降りてきてすぐ横にある宗谷歴史公園の中にも間宮林蔵の顕彰碑という像が建てられています。この公園の中には宗谷厳島神社や宗谷護国寺をはじめ、旧藩士の墓やコーヒー豆の形をした津軽藩兵詰め合いの記念碑など史跡や文化財が点在しています。そしてこっちの字はもうちょっと読めないですね。これはなかなか難しい。なんて書いてあるのか、あとは Google 先生にお尋ねしましょうか。そしてそこから海岸線に出たすぐのところ、宗谷岬から南へ3キロの清浜地区に間宮林蔵の都下出港の地があります。彼の到達機構ではただ宗谷と記されているだけで漠然としていますが、林蔵の墓石が見つかったことやアイヌの林蔵伝承などから現在の清浜地区と考えられています。1808年4月13日、幕府から命を受けた林蔵、当時29歳は松前奉行調べ役松田伝十郎とともに第一次樺太探検に出発しました。この時林蔵は故郷から持ってきた墓石を海岸に立てて探検への覚悟のほどを示したと言われています。同年7月13日に第二次樺太探検のためアイヌの船に乗って単身で出発し、島内で冬を越し、翌年5月に樺太を北上、樺太北端の何洋まで動作し、樺太が島であることを確認しました。この時の探検地図が後にシーボルトによって紹介され、樺太北部と大陸の間が間宮海峡と命名されたのです。次にやってきたのはこちら。ここはね、もう皆さんよく来られて、
ご存知だと思いますが、日本最北端の地でございます。もう、こんなところに鹿が、もう、奈良状態になってますね。はい。そしてこれが、有名な日本最北端の日です。はい。そしてね、その横にあるのは、またまた間宮林蔵の銅像です。ここはね、もう人がいっぱいでね、耐えることがないので、待っててもしょうがないんでね、次へ向かいたいと思います。はい。そしたら次の場所に向かって出発します。はい。道路を右に曲がりました。ということはですね、またちょっと稚内の市内の方に戻っていきます。防波堤。この中に鉄道が昔は来とったんやろ？北防波堤ドームは北海道稚内市の稚内港にある大型の防波堤で、土木学会選奨土木遺産北海道遺産に選定されています。稚内港の防波堤の役割及び桟橋から駅までの乗り換え通路を兼用するため、1931年から5年をかけて建設されました。防波堤の外観としては異色となるドーム状の形態をとっていることから命名されました。建設後、稚内駅からドームの手前まで国鉄の線路を延長し、同駅構内仮乗工場扱いで稚内桟橋駅が開設され、乗客はドーム内を歩いて桟橋に待つ連絡船に乗り込んだといいます。はい、防波堤見学でございました。じゃあ次行ってみよう。こっからはロシア行けよったのにね。今は戦争中で行くことができません。稚内は今夜雨と風が強くなるということで、暴風雨を避けて少し南の方に下がってきました。その途中で立ち寄ったのは、猿払電話中継所跡。1945年8月、日本がポツダム宣言を受諾し、長い戦争が終わったはずのその時、北の大地、樺太ではまだ戦火が続いていました。ソ連軍の侵攻により混乱を極めていた西海岸の町真岡。住民たちが必死で避難する中、職場に留まり続けた女性たちがいました。真岡郵便局電話交換手の9人の乙女たちです。彼女たちは迫り来る砲撃音に震えながらも交換台の前を離れませんでした。なぜなら電話回線こそが避難状況を伝え、人々の命をつなぐ唯一の命綱だったからです。窓の外にソ連兵の姿が見え始めたとき、彼女たちは覚悟を決めます。もはや脱出は叶わない。彼女たちは最後の通信を試みました。彼女たちの声は冷たい海峡の底を這う海底ケーブルを通って北海道へと届いていました。そのケーブルが陸揚げされていた場所こそが北海道の北の端、猿払村です。猿払の中継所を経由し、本土と樺太は一本の線でつながっていました。しかし、その線は単なる通信設備ではありません。故郷を思い、家族の安否を気遣う大切な命の線だったのです。その言葉を最後に、猿払へと続く通信は途絶えました。青酸カリによる集団自決でした。北海道の海を越え、猿払の地を通じて響いた彼女たちの最後の声。
それは今も平和の尊さと戦争の悲劇を私たちに静かに語りかけています。今夜の風を避けて車中泊をしようということで、浜頓別からちょっと内陸に入ったクッチャロ湖畔キャンプ場というところにやってきたんですが、やっぱり湖畔は風が強すぎて無理そうなので、街の中に戻ります。道の駅北オホーツク浜頓別というところにちょっと行ってみようと思います。はい。道の駅北オホーツク浜頓別というところにやってきました。ここもね、結構吹きさらしでね、風がきついですね。ちょっと建物の影に回ってみましょうか。みんな考えることは同じようですね。こっちの建物の影のところだけが結構いっぱいになってます。まあしょうがないですね。とりあえず先に温泉に入ってもう一度後で行ってみることにします。はい、やってきたのは浜頓別温泉。さっきね、寄って風がきついから諦めたキャンプ場、クッチャロ湖畔オートキャンプ場のすぐ裏手にある温泉です。駐車場いっぱいですね。下の駐車場に戻りましょうか。はい。そしたら温泉に入ってきます。はい。温泉上がってね、道の駅に戻ってきたんですけど、さっきよりも車が増えて、さらにいっぱいになっていました。まあ仕方ないんでね、アメニティ公園駐車場にやってきました。ここになってるね。一個一個ね。でもこれを開けたこれ茹でたやつって言ってたね。そのまま食べたらいいって言ってた。結構違うね。メガネしてるから、ね、見えました。出しました。とりあえず乾杯ということで。お疲れ様です。お疲れ様です。ホタテ食べる？はい、ホタテいただきます。サルクツさんのほんまはね、マシケとかの方が美味しいという。マシケのね。お兄さんが言ってたけど。めちゃめちゃ美味しい。うまっ。すごいね。繊維が。味が。マシケのお兄さんは絶対マシケの方がすごいうまいって言ってたけど、僕らにしたら、北海道のホタテは違うね。これは大間のタコ。揺れるね。スルメ。スルメちゃうけどな。
でこれが旅人のおすすめのモットシェフの唐揚げとカツ丼やね。なかなかスパイシーでいいよ。フライドチキンって書いてあったから、香辛料たっぷりだ。そしてね、この日の夜、ふと外に出てみると、なんと北の空が真っ赤になっていました。こっちの方向はね、もうすぐそこから先は海なのでね、オーロラだと思うんですよね。今年はね、太陽の活動がすごく活発な年なので、北海道からオーロラが見れてもおかしくはないんですよね。僕はオーロラだと信じたいですね。今日はね、朝からちょっとエスプレッソが飲みたくなって、今からエスプレッソを作ります。はい、エスプレッソできました。こっちはね、コーヒー落としをお湯を沸かしときます。で、豆もじゃあ目覚めの一杯エスプレッソいただきます。あ、うめえ。あ、うまいっすわ。こういうエスプレッソ、これがいいね。キューバにいた時毎朝ね、エスプレッソスタンドに飲みに行ってたね。浜頓別アメニティ公園を出発しました。昨日はね、あまりにもすごい風と道の駅がいっぱいだったんで、浜頓別アメニティ公園というところでね、仮眠を取らせていただきました。綺麗な公園で、駐車場もまあまあ広くていいとこでした。昨日ね、夜北の空が真っ赤に染まっててね、僕はオーロラやと思うんですけど、そういう情報もね X とかにも上がってなかったんで定かではないんですが、もしオーロラだとしたらいいもの見れたなと。はい、音威ネップのね道の駅で休憩してました。ここまだ完成してなくてトイレしか空いてないです。で、裏になんかすごい大きい建物建ててるんですけど、これは道の駅の関連施設なんでしょうか。なんかホームセンターっぽい建物ですけどね。何ができるのか楽しみですね。
次来るかどうか知らんけど。はい。そしたら、ちょっと次の目的地に向かって出発していきたいと思います。およそ500イヤンキーが転がってますけど。目的地です。なんでこんな山の中やねん。謎やわ。こっから上がんのかな。ぬかるんでんねんけど。引っ張ってますね。ほんまや。あ、川や。川。船で天塩川。また逆光やし、思いっきり。北海道知事高橋晴美書って、それいる？かつて日本の北に広がるこの大地は蝦夷地と呼ばれていました。厳しい自然とそこに暮らす独自の文化、その全てを愛し、自分の足でこの地を歩き続けた一人の男がいました。幕末の探検家、松浦武四郎です。彼は生涯で6回にもわたり蝦夷地を調査し、詳細な地図を残しました。そんな彼がある日、運命的な言葉と出会った場所、それが大河天塩川が流れる現在の音威子府村です。1857年、武四郎はこの地でアイヌの長老、綾年からある言葉の意味を教わります。それは貝という言葉でした。長老は言いました。貝とはこの国に生まれたものという意味だと。武四郎は感銘を受けました。この大地は単なる未開の地ではない。そこには貝、つまり誇り高き人々が生きているのだと。明治2年、新政府から新しい名前の案を求められた武四郎は、あの時の言葉を思い出していました。彼は提案書にこう記します。北海道。北にあるアイヌの人々、貝が暮らすこの国、漢字はあえて加えるいという字を当てて、先住の人々への敬意を込めました。その後、書きやすさなどから海の字が当てられ、現在の北海道となりましたが、その音の響きは、武四郎の思いが確かに息づいています。天塩川を見下ろすこの場所には今、北海道命名の地の日が静かに佇んでいます。私たちが何気なく呼んでいる北海道という名前、そのルーツは一人の探検家の情熱と、この地に生きたアイヌの人々の言葉との温かな対話の中にあったのです。悠久の流れとともに、その物語は今も北の大地に語り継がれています。入館料無料やで。へえ。はい。チョウザメ館。世界三大珍味キャビア、その生みの親であるチョウザメ。遠い外国の魚だと思われがちですが、かつては日本の川にもその姿がありました。ここ伊深町を流れる天塩川もその一つ。明治頃までは巨大なチョウザメが産卵のために川を遡っていたのです。一度は幻となったその姿をもう一度この町へ。美深町の挑戦はある国際交流から始まりました。きっかけは1963年、旧ソ連との漁業交渉の中で行われた種苗交換でした。日本の鮎の卵とソ連のチョウザメの稚魚。この小さな交換がやがて美深町で本格的な養殖へとつながります。1983年、積雪寒冷地での飼育試験として300尾のチョウザメが美深町の三日月湖に放たれました。稚魚は条件が整えば1ヶ月で体重が 2.5 倍になるという驚異的な生命力を持っています。町は長い時間をかけ特産品としての開発と研究を重ねてきました。その情熱の結晶が森林公園の中に佇むチョウザメ館です。
まるで教会のようなおしゃれな建物の中には生きた化石と呼ばれる彼らの姿を無料で見学することができます。館内には天塩川の主である伊藤やサクラマスも共に泳ぎ、養殖の様子も間近に観察できます。かつて天塩川を賑わせた五大魚のロマン、ぜひ美花町で悠久の時を泳ぐその姿に出会ってください。チョウザメの餌。はい。大きいのは食いつきが悪いな。全然けえ。あ、でもここに置いとってるさ。この前食ってないやん。下に食べよんで、上にやってたうな。上にやってけえへんのか。全然けえへんやん。そうなん。そいつらはでもそこになんか卵がいチェック見に行くんだ。うわーってきようわ。おもろい顔しとんな、こいつら。オートキャンプ場、こんな広い。見渡す限り。チョウザメを見るために立ち寄ったチョウザメ館は、実はキャンプ場の中にありました。ビフカアイランドキャンプ場、車を降りて驚いたのはまずこの圧倒的な広さでした。天塩川のほとりに広がる手入れの行き届いたこの緑の芝生、そして四方を囲む白樺の林が本当に美しいですね。さて、いい時間になってきましたね。あと6分でお昼ですね。あ、これやね。止めれるやん。これ、ケツから入れとこうか。はい、到着です。はい、やってきました、レストラン。はい、久野屋さん。普通のね、コロッケ、とんかつのようなものもありますけども、久野屋オリジナル、数量限定、チョウザメ定食、チョウザメ丼。これを食わなね。来ました。これが、チョウザメの唐揚げを乗せた丼。これが、チョウザメ味噌汁。あ、これは関係ない。タレにつけてるって言ってたね。そしたら汁と豚のそしたらいただきます。まずは味噌汁から。味噌汁かめっちゃ久しぶりの味噌汁。だし。そしたらこの丼いただいちゃいますよ。チョウザメ食べられへんかった。うん、白身魚だね。あ、これタレの味なのかな。なんか山椒が入ってるのか。タレに山椒が入ってるみたいで、ちょっとスッとした感じが美味しいね。臭みもない。
もうサメじゃないからサメっぽさもない。ダメじゃないね。お刺身じゃあちょっといただいちゃいます。お刺身が一番味がわかるもんね。ハマチ。美味しい。白身魚、淡白で。じゃあちょっとフライもいいですか。レモン絞ってもいいですか。フライなんでレモン。そしてタルタルソースをつけて電話です。はい、完食でございます。チョウザメね、刺身がねプリップリでね、ハマチをもっとプリップリにした感じだね。で、なかなか美味しかったですよ。これ数量限定なんでね、お昼は早めに来ることをおすすめします。はい、お食事どころ久野屋さんでチョウザメ定食とチョウザメ丼食べてきました。チョウザメね、すごい美味しかったですよ。プリップリした身でね。ビブカに来たらね、食べとかんとあかんやつですよ。言ってるんかようわからん。戻ればいいんですね。はい。54km 道なりです。54km だからね。ないな、そうだな。はい、ここにいました。竹城。サロベツ園や駐車公園、こういうとこです。サロベツ国立公園。そして後ろにはちょっとね棒がかかってますけど、利尻と見えております。はい。高麗。このが45度線。ここが赤道と北極のちょうど中間になります。説明は何も書いてないですね。裏に書いてあるのかな。説明書きは何もないですね。
ビジターセンター。ワインも使えるよ。受付を済ましてキャンプサイトにやってきてね、晩ご飯の準備をしてます。こんな感じです。じゃあとりあえず、行きますか。やった。ジンギスカンできました。食べよう食べよう。いただきます。やっぱり北の的にもいけるし。ジンギスカンね。北海道に来て2回目。豆腐。うまいね。ジンギスカン最高。この時は甘くて美味しいね。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。